おはようございます。今日もご視聴ありがとうございます。今日は11月2日日曜日でございます。今朝の時音じゃない、現在の時刻6時53分。久しぶりに南濃北西線へ行こうかなと。そしてその後倉掛峠を走ろうかなと。12月になれば両方とも冬季通行止めになっちゃうんで、その辺を走っとこうかなといった感じで出てきました。久しぶりの動画投稿となりますけど、9月後半から10月だな、10月にかけて家の掃除、いろいろ物を捨てたりねして時間使ってたのもあるし、あとは天候がね都合のいい日は今一つな日が多かったので、ツーリングに行って撮影するということもなかったんだけど、先週は茶臼山に行って少し撮ってみたけれどもって感じだったな。家の中の使わない家具とかだいぶ捨てましたね。断捨離中、まだ継続中、断捨離中でございます。家の中がすっきりしてだいぶ綺麗になりましたけど、気持ちいいですね。いろいろ断捨離していこうということで、ミラーレスカメラも断捨離しました。α6700 とレンズ2本、ここのところ使ってなかったんでね、オリンパスの TG7 買ってからはめっきり出番も減っちゃったしな。写りはもちろん α6700 の方がいいんだけど、やっぱりねポケットに入れてさっと取り出して撮影できるのは気軽でいいし、あと荷物がシート下の荷物がパンパンにならないのもいいなというので、思い切って断捨離しちゃいました。釣り道具もほぼなくなったし、服も結構捨てたな。いろいろと部屋の中をきれいにして気持ちをすっきりさせようという感じでございます。ここ最近の健康状態に関しては、9月のかかりつけのクリニックでの血液検査の結果が出まして、1年前160あった LDL コレステロールの値が9月の検査では88まで下がりました。これはお医者様もびっくりしていましたね。何をやったんですかって、何したんですかって聞かれたけど、歩いただけですとしか答えておりません。実際には植物性油脂、オリーブオイルとかドレッシングとかね、そういった油の入ったものを、植物性の油の入ったものをスパッとやめたっていうのもあるし、あとね7月半ばから油以外にも4毒抜きって聞いたことあるかな。小麦、植物性油、乳製品、そして甘いものを断つことによって体の調子が良くなるというかね、健康が保たれるみたいな本がねおすすめで出てきて、本がおすすめじゃない、それが YouTube に出てきて、それに関する動画がで、4毒抜きのすすめみたいな本があるのを知りまして、 Amazon の Kindle で購入して
読みまして、まだその頃 LDL のコレステロールが140ぐらいあって、なかなか減ってかないなーっていうのがあったんで、試しに自分の体で人体実験してみるかみたいな感じで始めてみたところ、8月の会社の健康診断で120で、9月のクリニックの血液検査で88に下がったと。 LDL のコレステロールの値に関しては。ただ同時に体重が減っていって肝機能の数値が徐々に悪くなってきてたんで、これはまずいぞというのでね、素人考えですけど、米の量を食べる量を増やしたんです。魚や肉も多少取るようにはしてたんだけど、まず何より米の量を増やしてみようというので、米を3合まで増やしました。それまで1日2食、朝夕と、平日は1日2食の生活を5年ほどしてたんですけど、あまりにも体重が減っていくので1日3食に戻し、で米を1日1合から 1.5 合だけ取ってたのを2合、そしてマックスで3合まで食べるようにしたところですね、昼食後、平日の昼食後、猛烈な眠気に襲われるようになり、4時前後になると体に力が入らなくなる時があったんですね。それが何回かあって、あれまだ食べ足らんのかなっていうので2合から3合に増やしても変わんないんで、なんだこれと思って調べてみると、もしかしてこれ血糖値スパイクっていうやつじゃないかなと。食後に血糖値がガツンと上がって、その後急降下して低血糖状態になってフラフラになるっていう、もしかしてそれじゃないかなということでね、昼飯におにぎりしか食べてなかったんで、これはなんかやばいなと。リブレというね、血糖値を測るセンサーがあるんですけど、1日に何度も計測して継続的に測ってくれるセンサーがあるんですけど、それでちょっとモニタリングしてみようと、自分の血糖値をいうので2週間前から計測してるんですけど、やっぱりおにぎりだけしか取ってないとガーンと上がって、マックス240ぐらいまで上がったな。でその後急降下して70代後半から70代後半、70代の中盤から後半まで一気に下がって、その時はやっぱり午後4時ぐらいになると体に力が入らなくなるというのが分かったので、昼におにぎりだけじゃなくて先にブロッコリー&卵、ゆで卵を食べてからおにぎりもちょっと量を減らしつつ食べてみたところ、そのスパイク現象は起きなくなったと。それでも160とかまで上がることはあったんだけど、そこから急降下っていうことはなくなったんで、午後4時の体フラフラ状態はなくなったので、とりあえずはいいかなと。ただね、もともと血糖値の値はね、正常範囲内ではあったけど上限に近かったんで、あとヘモグロビン A1C か、それも 5.4 とか、それも正常範囲内だけど上限に近かったんだ。そういうのもあって食生活を変えたことにより
一気になんかしちゃったのかなと。まあ病院行って調べたわけじゃないのではっきりしたことは分からんけど、でずっとこの2週間見てると、で食べ方工夫して、まあ、野菜からよく言われる野菜から食べましょうみたいな、そういうのをやっても食後に運動しないとというか、まあ食後すぐじゃないな、食後に散歩すると血糖値の大幅の上昇は抑えられる。上がっても140代大体が、まあほぼ140切るんだけど、でその後下がっていって、食後2時間ぐらいすると血糖値が100前後に落ちていく感じ。寝ている時の血糖値は100切るぐらいだな。90代まで落ちるんだけど、起きてる時は100ちょっと超えるぐらいで推移してる。まあ低い時は100切った状態が続くんだけど、だいたい105とか6まで上がって100まで下がってとか、その辺の値を推移してる感じだけど、飯を食うとそれがプラス40とか50ぐらい上がるんか、多い時は。だって以前のような食生活を続けてるともっと悪くなってたのかもしれんね。だから1年前にコレステロールの値がっていうので食事を改善し始めて、ただ単にその時はコレステロールの LDL の値が高いから肉食うのやめようって言って肉だけがやめてた。ほぼたまにマック行ったりとかはしてたけど、血液検査が終わってから3ヶ月に一度マックを食うぐらいだったんだけど、肉を食べるのやめとったでな。ただ血糖値を気にするあまり糖質控えたりしとるとね、まだ痩せてっちゃうんで困ったなと。ただご飯食うと今度ガツンと上がってスパイクが起きる可能性もあるしね、食いすぎると。というのでいろいろ調べてみますとですね、うまく取り込んだブドウ糖がエネルギーとして使われてないんじゃないかなと。で、蜂蜜健康法なる動画が出てきました。まあ米やなんやらのブドウ糖か、糖質取ってガツンと上がるんであれば、その糖質を減らして代わりに蜂蜜からブドウ糖、果糖、まあメインは果糖でエネルギーを補充しましょうみたいな動画が出てきて、へえと思ってちょっと試してみようかなと。砂糖もね一切取らなくなってたんで、まあいろいろエネルギー不足になってたんでしょうね。まああとはいろいろ他の本読んだりして読み漁って出てきて気になったのが、糖質制限というか、糖質を減らして鉄分、タンパク質、脂質を取るようにしましょうみたいな本があったの。まあ、ざっくり言うとそんな感じだと思うんだけど、インスリン注射を使わずに血糖値を下げる方法だかなんだか、そのようなタイトルの本だったと思うけど、
これに書かれている内容によるとそんな感じだったと思うんだけれどもね、まあ糖の糖質の取りすぎはあまり良くないですよというので、エネルギーに変換するのも糖質よりもタンパク質、脂質の方がエネルギーの変換率が高いというか、効率はそちらの方がいいですよっていう話が書いてあった。あとは鉄分か、その前に鉄分も取るようにしましょうっていう。詳しくはね読んだ方がいいんだけど、なんかミトコンドリアに仕事をさせましょうみたいな話だったかな。でミトコンドリアに仕事をさせるには鉄分が必要ですよ。だからまずは鉄分がないといくらタンパク質脂質取ったところでエネルギーにはなりませんよっていう内容だったかな。なのでそれも合わせて今は肉の量も増やしております。魚とかね、豚肉、鶏肉などなど。まああっちの先生はこういう、でもこっちの先生は逆のこと言ったり、いやちょっと違う言い方したりとかあるんでね、もう自分の体で試してみるしかないなと思ったので、自分の体に聞いてみるがいいか。最近はそんな感じで食べて歩いて悩んでっていうことでもないな、いろいろ試行錯誤を楽しんでおります。食事に関しては腰痛は引き続きあるんだけど、仕事始める前とかあと仕事中もストレッチするようにしたら今のところひどい腰痛にはなってないな。まあバイク乗ってる時もたまにこうして背筋を伸ばして、もともとね猫背なんであまり姿勢は良くないので意識して背筋伸ばすようにしないと。腰も痛くなっちゃうし背中も痛くなっちゃうんで、体の調子も整えるし、体の調子と心の調子を整える。ここ最近はそれを意識して生活しております。そんなこんなもあり、ツーリングの方はおろそかになっていたっていうのもあるかな。ただこうやって走るとやっぱ気持ちいいね。フォルツァ静かに滑らかにマイルドに走ってくれる。フォルツァの走行距離12000、もうすぐ100キロ。調子を崩すことなく毎回快適な走りを提供していただいております。フォルツァの次に乗りたいバイクってなると、フォルツァの後継機か。いつ出るんだろうな、次期モデルは。でも去年というか今年の頭か、液晶になったモデルが出たばっかだし、まだ1年は出んのかな。でも今度のフォルツァはもう汎用部品か、流用部品使って
まあ一つな感じになっちゃうのかな。まあ、メーターは液晶だろうしね、引き続き他の車種と同じ。ヘッドライト周りがどうなるんだろうな。引き続き電動スクリーンは採用されるだろうけど、どういった進化をしてくるのかな。次期フォルトはどうせならもう日本でも 350cc 版でいいよっていう気がしんでもない。車検は確かにちょっとね煩わしさあるよ。2年、まあでも2年に1回ならな。とは思うが、車体共通ならエンジンの排気量以外が一緒ならランニングコストもそれほど変わらんだろうしね。そういった車検代とかの部分以外では。次期フォルツァに欲しい機能、今のままでいいんだけど、正常進化。 USB の取り出し口は外側に欲しいな。こんな中じゃなくてさ、もっとこの辺りでいいよ。いい防水カバーつけて。この中じゃスマホ充電しながらとかも使いにくい。まず使わない。スマホのバッテリーが切れてきて緊急充電ならいいけど、蓋が閉まんないんだよね。無理やり閉めればなんとかなるけど、断線したりしそうで嫌だな。まあ本当に緊急事態以外では使わん。電動スクリーンはまあ引き続きつけてほしいね。メーターもしょうがない、液晶になっちゃうのはまあしょうがない。次期フォルツァに望むこと、パーキングブレーキか。パーキングブレーキは欲しい人もいるんじゃないかな。僕はあってもなくてもどっちでもいい。まああってもめったに使うんだろうし、なくてもそれほど困ってない。まああれば便利だなっていう程度なんで、ならあった方がいいか。タイヤの空気圧がこのメーターで見れるとか、常にチェックして。数値で見れるようにする。タイヤの空気圧、出発前に空気減ってるなーってなってたらちょっと補充しとこうかとかね、そういうのがやりやすくなるかな。過剰装備か。グリップヒーター標準装備に、あと ETC も標準装備に。グリップヒーター ETC を標準装備にしていただけませんか。 ETC の場所か。
場所をもうちょっとね、カードを入れやすい位置にしてほしい。純正だと基本多分この中につけられる。この箱の中、箱のボックスの中。出し入れが慣れちゃえばまあいけるんやけど、ちょっとカードの出し入れがやりにくい。あとシートヒーターなんてのはどうすか。シートヒーターまでついたらオプションでいいや、これは。もう T-MAX 買えよってなっちゃうか。 T-MAX もいいんだよね。でもヤマハなんだよな。しかも大型の免許取らなあかんし、さらにお値段アップ。昔のバイクに比べれば高くなりましたね。それほど次期フォルツァに望むことって言っても、今のフォルツァで満足してるからな。この見た目も気に入っとるしな、このケツのデザインも気に入っとるしな。それでいて荷物は入るしね。あ、一つ見つけました。改善というか次のフォルツァに臨むこと。これ燃料の、これをもっとね、ちゃんと何もしなくても開くようにしてほしいな。引っかかるんだよね、開けるときに。ネジ締め直せばいいらしいけどやってない。まあ一回走るときに一度給油するぐらいだもんで、あまり気にはしてないけど、どうせならボタン一つでスパッスパッと気持ちよく開くようにしていただけたらいいかな。そんなとこっすかね。日曜日自転車が結構走っとるね。この前にもおるな。来年から自転車も反則金を払わないけなくなるんだっけか。もうちょっとルールが厳罰化じゃねえな、なんて言うんだ、ちゃんと守ってください、ちゃんと守ってくださいよっていう感じなのかな。まあ今のご時世仕方がないことだね。こう言って追いのきするときは来年からはしっかり、来年からはっていうかもう今もからだけど、しっかり車間を横ね、自転車との距離を取って追い抜いていかないと違反になりますよ。違反になるからダメっていうんじゃなくて、危ないからしっかり間開ける。間が開けれないときはスピードを落とす。でもスピードを落とすと今度怖いよな、並走する時間が長くなる。そもそも自転車に車道を走れっていうのがね、
もっと車の少ない時代ならいいだろうけど、今の時代にはマッチしてねえんじゃねえかな。逆走する自転車とかは取り締まってほしいな、しっかり。まあ、あと自転車以外はあれだな、電動キックボードか。あれはモード切り替えによって歩道を走れるモードもあるみたいね。スピードを抑えて走るモードが。それだと歩道を走っていいみたい。歩道を走ってもいい歩道の場合か。道幅が広かったり、自転車専用のゾーンがある歩道は走っていいんだったかな。あとヘルメットは努力義務か。ループとかいうレンタル電動キックボードちょいちょい見かけますけど、水色のやつ。危ないよね、あれも。歩道をビューッと走ったり、信号無視したり。交通量の多い道路、車道をゆっくり走ってるのを見るとね、怖えなーと思って。近づきはしませんけどね、抜くときは本当しっかりスペース開けてから走らんと、横を抜いてかんと危ないんで、ああいうのが。さあ、ここから南濃北西線、久しぶりに来ました。今年2回目かな。あら、後ろに車がおるな。のんびり走りたいんで先行ってもらおうかな。ここにも神社がある。ちょっと濡れとるな、気をつけよう。足つくとちょっと滑る。日曜日だで自転車ここ多いでな、結構注意していこう。庭田山山頂公園行きます。さあ、久しぶりの南の北西線。自転車でこういう上り坂は苦行だよな。昔自転車で旅したことはあるんで、キャンプ道具をつけた。上り坂きついのよ。ギア落としても途中で登れんくなったな。あれは本宮山だったかな。自転車でちょっと旅をしようと思って三河の山の中入ってったんだけど、三河の山の中走って抜けて東京の方まで
東京の方まで行ってフェリーに乗って八丈島に行こうっていう旅で、初日に三河の山の中で力尽きたんだ。もう走れんくなって空き地でテント張って野宿した思い出。あの時の写真も捨てちゃったでな。何年か前に断捨離したんよ。もうリセットじゃーと思って古い写真全部捨てたった。いろんなもの。今にして思えば旅の記録は残しておくべきだったなというのをちょっと最近思っております。今なら旅の記録はね、こうやって動画に残せるので、そして YouTube にアップしとけば、 YouTube が続く限り、チャンネルがバンされん限りは残るでな。家のハードディスクにも残してあるけど、どんどん溜まっていくばっかだね。たまに自分の投稿した動画を振り返ることもあるけど、基本一度アップしちゃうと放置だな。でも10年20年経ってもうこうやってオートバイで旅ができなくなった時に、この動画をもう一度見て過去を思い出すのもいいかなと最近は思っております。思い出が資産になる、そんな日が来るだろうと思ってね。まあその時まで生きられるように、健康で生きられるように、生活習慣も少しは見直していかないとね。いいね、この道ゆっくり走れるでな。いいよね。YouTube にこうやってアップするわけじゃなくても、動画にツーリングの記録をね残しておくのはいいと思いますよ。先ほども言ったように、何年か経ってから、おお景色が広がった、見返して楽しむのもいいんじゃないかなと。あれ、崖崩れでもあったか。えらいとこで、やばい足つか。これなんだ、木の実がなっとる。通れてよかったぜ。通行止めの情報は工事中。崩れたで直しとるんか。通行止めの情報は調べてこなかったんで。いや、いいね。こういう山道いいな。少しこう景色がスパーンと広がると気持ちいい。そうそう、旅の記録
動画に残してみてはいかがでしょうか。アクションカメラもあんま安いのじゃなくて、有名どころを買っといた方がいいと思います。綺麗な映像で残せるんで。今ならね、アクション4、アクション5プロ、インスタ360のエースプロか、エースプロ2、そのあたりならおすすめできるんじゃないですかね。GoPro でもいいんですよ。GoPro は昼間明るい時は綺麗です。明るい時間帯に撮る分には綺麗だけど、熱停止しやすいと言われてるんで、僕がバイクの動画で撮ってる限りでは熱停止したことはないので、設定次第でしょうけど、あとメモリー関係のトラブルもないんで、ずっと GoPro 使ってますけど、メインで。そういうのが気になる方は DJI かインスタ360でいいと思います。コンパクトですね。コンパクトさでいうと DJI か。さあ、山頂公園に到着です。庭田山頂公園。あら、舗装された。綺麗に舗装されとるじゃん。何これ。マジか。トイレも綺麗になっとる。マジか。こっちのトイレがなくなって。すげえ。バイオトイレ。へえ。あれ俺今年1回も来てなかったか？ 2 回目だと思ったけど。自転車置き場もあるじゃん。素晴らしいね、なんか。変わってるね。以前来た時より。山頂からの眺め。山頂からじゃない。山頂公園からの眺め。濃尾平野が。あれが、この正面見えんだろうけど、あれが一宮のタワーかな。こっちに、名古屋のビル群。ちょっと TG7 のズームで撮ってみるか。TG7 で動画撮っとるけど、100ミリまでズームして撮っとるけど、名古屋駅のビル群映るかな。名古屋駅じゃない、名古屋のビル群。この辺はどうだ。これが TG7 の動画でござる。名古屋方面の景色がちょっと幻想的でいい感じだったな。霧がかかって名古屋のビル群がその中にね浮かんで見えてね、
さあゆっくり走っていこうか。後ろの軽自動車がすっ飛ばしてくるかな。2台車がおる。路面は湿ってます。ああ、ゆっくり行きましょうよ。おお、かっこええ。車種は分からんが。この黄色い段差がちょっと気持ちよくないけど、右へ左へカーブを曲がっていくのいいね。デデン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 って、この黄色いラインが自転車、これぐらい開けときゃいいのかな。うーん、
めちゃゆっくり。後ろの車が後続車をブロックしているので、私ゆっくり走れます。空気がひんやりしてますね。ちょっと寒さを感じる。登山客発見。寒車多いね。登山の車。あれ、バイクも止まっとる。バイクで来て登っとる。そういうわけではないのかな。なんだ。うわー、風が冷たい。風冷たー。寒い寒いじゃないか。この辺の駐車スペースはもうこんなとこにも止めとるし、うわ、ようけ止まっとるなおい。さあ、峠です。トンネルを通って滋賀県側へ行きましょうか。寒い。風が。この辺に登山道があるのか。こっから行けるんかな。あー、やっぱケツ痛なるわ。ケツが痛いというか、なんだな、ケツが痛くなるのは治ったとか言っとったけど、やっぱりもうお尻が痛くなってきた。
お尻というかなんだろうなこれ。関節のあたりというか、関節のあたりっていうわけじゃねえ。どう説明していいのやら。ちょっとお尻が痛いです。ああ、いかんのかい。こんなとこ歩いとる。尾てい骨のあたりじゃないんだよな。右側のね、なんて言うんだろうな、付け根のあたりだで、お尻というよりもなんか右のもものあたりも痛いんだよな。神経圧迫しとるのかな。この右のケツからももにかけてが痛くなってきた。血行が悪くなっとるか。視覚圏側はあんまり面白くないな。ケツいったやっぱ痩せすぎた影響か。1年前65ぐらいだったかな。今が53キロ前後になっちゃった。8月54キロぐらいで、今53キロ前後で、もうちょっと前、6月とかだとまあ6月57キロだったんだ。寒いぜ。よし。信号が片側交互通行が3箇所目。
か風強えな。この辺は楽しいな。黄色い段差がねえで。しかし終わってしまった。ゲートが現れ、はい終了。さあこれから犬神川ダムへ行って、その後洗い越を通って家に帰りましょうかね。のんびり走って帰りましょう。ちょっとお尻が痛いです。なるほど、正規ルート。ここ渡ってか。徐々に紅葉も進んでる感じですか。茶濡れとるな。熊出没注意だと。熊出るなよ。犬神川ダム到着です。二輪以外の通行禁止。車は通れん。オートバイは大丈夫。犬神川ダムです。ちょっと減衰しとるね。ブラックバスおるんかな。ちょっと休憩したい。ケツが痛いケツが痛いと、ケツの付け根が痛いと。
ベンチのようなものはありゃしませんか。日当たりのいい場所はなさそうですね。おうおう、今日は気をつけて走らんと危ねえな。濡れとる。ふふふふふふふと。さあ、てってれー、洗い腰、滑らないように気をつけようぜ。おお、そうそう。あぶねえ。まる。うん。サイドスタンドが埋まるわ。センターね。洗い水が流れております。まあ十分今日も走ったんで帰りましょう。今後も私自分のペースで投稿は続けていこうと思います。旅の記録を残してじじいになった時に振り返って楽しもうかなという感じであります。では今日もご視聴ありがとうございました。皆様にいいことが訪れますように。それではありがとうございました。